終わるじゃん。終わっちゃうよー。うわ綺麗。そしてめっちゃ綺麗だな。はい、こんにちは、小粒です。今日はついに日本一周最終日です。ついに最後ですよ。ただいま鹿児島市にいるんですが、ここから最終の地福岡を目指してひたすら北上していくことになります。もう寄り道するところももうないので、今日本当にひたすら帰路ということになります。ついに終わるのか。最後まで安全に元気よく行きたいと思います。行ってきます。天気もいいし、晴天のうちにゴールしたいなということで、本当に最後の最後なんですが、高速に乗ることにしました。ごめんなさい、下道ライダーなのになんかすいません、本当にすいませんというか、まあ自分の旅なんで自分の好きなようにやりますけど、私が今回ゴールする場所、自宅じゃないんですよ。2019年7月日本一周の旅をスタートしました。当時福岡に住んでいたので、福岡からの出発でした。というわけで帰りも福岡なんですけど、出発した当時私は覚悟を決めて、家を引き払いました。もう1年ぐらいは帰らないと思っていたので、家から出発したんだけど、ゴールする家がないじゃないかということで、福岡のライダーの皆さんならすごいわかると思うんですけど、鹿の島ってところにすごい走りに行ってたんですよ、よく。まあなんかちょっと隙間時間が空いたら鹿の島に走りに行くみたいなのが定番というか、糸島か鹿の島のどっちかって感じだったんですね。なのでやはりここは福岡のライダーの聖地鹿の島でゴールとしようじゃないかと、出発当時決めていました。ただね、今回の旅の途中で越冬とコロナが重なってしまい、半年以上の中断を余儀なくされましたので、その間ですね、バイトするために結局もう今福岡の方に家を借りて、今はもう帰る家あるんですけど、当初決めたゴールにやっぱりたどり着きたいなっていうのがあったので、今回私は鹿の島でゴールとしたいと思います。というわけで目指すのは福岡県鹿の島です。思えばこの中断中に YouTube を始めました。最初にね、多く見てくれるようになったのが鹿の島で元ブログ試しにやってみますっていう動画でね、その動画のおかげで最初の勢いがついたというか、見てくれる人が増えたので思い出深いですね。やっぱりここは鹿の島に帰ろうと思います。日本一周に出た当初は本当に YouTube やるとかも全く思ってなくって、ただ単にいろんな全国の景色は自分の思い出用として残しておきたいので GoPro だけ買って一応顎マウントもしてたんですけど、マイクアダプターとかそういうのは全くつけてなかったので、本当に写真代わりに GoPro を綺麗な景色の時だけ回すっていうような感じで残してました。だから本当にもったいないなと思うんですけど、中断中に、YouTube 始めてから次じゃあ西日本編に出る時には元ブログ形式というかね、 Vlog ちゃんと撮りながらやろうということで、いろいろまた新しく機材を揃えて始めたんですけど、予想以上にね、この短い間にたくさんの人に見ていただいて、旅に出ている間はなかなか動画を編集する時間がなかったので生配信ばかりになってしまったんですが、本当にいろんな方に見ていただけてとても嬉しかったです。ありがとうございます。ちょっと1回目の休憩に入ります。海老野です。海老野パーキングエリア、宮崎だね。宮崎海老野に入りました。めちゃめちゃ高速ライフや。最後の最後になんかご飯屋さんも充実してるみたいなので、宮崎感じますか。ちょっと熊本に入ったどん。まだまだ走れるどん。はい、2回目の休憩です。北熊本サービスエリア、結構大きいとこだね。あと残り100キロぐらいとなりましたが、私気づいたんですよ。今3時40分ぐらいで北熊本残り100キロ。これね、今日中に鹿の島行けません無理だわ。いきなり団子あったんで買っちゃいました好きなんだよな。阿蘇の時も買ったけど、見てよ、もうくまモン帝国ですね、まさに。いただきます。やばいやばい、太ももが凍てついているぜ。福岡市に入ったんですけど日が暮れましたというわけで本日中に鹿の島にたどり着けなかったので、すいません、ゴールは明日になります。無念、マジ無計画、最後まで。
はい、こんにちは、小粒です。さあ、翌日本当に今日こそ日本一周ゴールします。ただいまですね、海の中道に差し掛かるところですね。手前のところです。昨日はね、福岡までたどり着いたんだけど、福岡に入った時にちょうど日が暮れてしまったので、今日もですね、マラソン大会がなんか行われていたらしく、でちょっと交通規制が入ってて、規制の解除までちょっと待ったような感じなんですけど、そのおかげで、もう夕方になってしまいました。いやー、いよいよだな。なんだろう、なんかめっちゃ緊張してきた。すごいドキドキする。本当に終わるんだと思って、何をそんな緊張することがあるんって感じなんだけど、ここまでもう長かったんで、約1年半ぐらい旅の生活を続けてきたから、なんか終わるんだって信じられないというか、なんかすごい実感が湧かないですね。なんかドキドキする。もうすぐ鹿の島入ります。いや、もうおなじみの場所だ。うわー、終わるじゃん。終わっちゃうよー。うわ、綺麗。そしてめっちゃ綺麗だな。ここは本当にいつ来ても綺麗だね。はい、鹿の島へ続く橋でございます。レッツゴー。インしました。夕暮れっていうのがまたちょっと哀愁を漂わせるというか、美しい。ちょっと逆光だけど見えてるかな、綺麗に。ここから始まりましたね。始まったってわけではないけど、私のその元ブログ的な最初のカメラとかマイクを買って一周した動画で、最初ちょっとパッとね、いっぱい視聴者さんに見ていただくきっかけになった場所なので、はい、とても感慨深いですね。どうしようかな。どっち回りで行こうかな。やっぱ右だよね。海岸沿いの方から行きましょうか。これを半周して、この島の反対側の休暇村にたどり着いたらゴールです。やばい、ドキドキしてきた。もう日が沈みかけていて、ちょっとこの辺は暗いんだけど、終わっちゃうよ。ちょっと昨日も頑張ればたどり着けたけど、なんか終わらせたくなくってゆっくり行き過ぎてしまったっていうのはあるよね、正直。ここまでなんか長いことやってたら、でもいつまでもねフラフラしているわけにはいかないので、フラフラというか、結局はでもそうやって好きなことをやっていった結果、こうやって見てくださる方いっぱいできてね、お仕事になっていったので、いや本当にありがたいし、人生をさ、自分の結婚とか出産とか逆算してったら、本当に自分のために自由に使える時間ってマジでなかったの。本当に少なすぎと思って、そしたらもう今やるしかないじゃんって、後回しにしてたら無理だなって思ったんよね。将来またできるからって、老後にできるからとか、やっぱそんなん言ってられんなって本当に思ったの。びっくりしたよ。これは男の人と女の人でまた違うと思うんだよね。人生設計とか、子供ってことを考えたらよ、出産におけるタイムリミットとかやっぱそれなりにあるわけじゃないですか。いや本当にないと思ったから、もう今できる時にやりたいと思って旅を始めました。頑張ってね、貯金も始めて。最初はでもこの後私は結局普通に仕事をして、本当にただ人生の夏休みみたいな感じで満喫して元の生活に戻るんだろうかとか、出発した当初はすごいそれ終わった時のこと考えて悩んだりしてたけど、今はもう本当前向きに、終わった後のことも楽しみだし、なんか自分の好きな仕事をめっちゃやりたいなってすごい思って、前向きに思えるようになりました。てか本当に今終わらせるのも楽しみ。終わるのが今すごい寂しいけど、同じくらいすごいこの後のことが楽しみだったりするので、私本当に旅してよかったなって思います。旅に出ようって、何かを発信しようって思って行動に移さないと、こういう風な状況も生まれなかったし、こうやって見てもらえるようにもうならなかったわけだから、結局ね、何もせずにただ文句言ってるだけじゃね、愚痴ってるだけじゃ本当に結局何も変わんないから、何かをやろうっていうその行動力というか、思いを現実に変えるっていうのは本当に大事だなって思いました。口だけじゃダメだよな、やっぱ人生。やっぱ楽しく生きていきたいもんね。とか言ってたらさ、いよいよ休暇村が見えてまいりました。やば。てかめっちゃ多くない？ちょっと人多そうだぞこれ。めっちゃ人いるっていうか、めっちゃバイク乗りいるし、怖っ。着いちゃった、どうしよう。いつものバイクの人がめちゃくちゃ集まる休憩所があって、私そこしか知らなかったんですけど、さっきそこ行ったらね、あまりにも人が多いんでちょっと配信するのはなとは思ってたら、
視聴者さんがいらっしゃって、いい場所を教えていただきました。全然人のいないすごい綺麗な場所を教えてもらったので、今ここに移動してきてゴールしました。やったー。出発の時のメーターとさっきのメーター照らし合わせると約3万キロ、旅に出て約3万キロ走ってました。お疲れ様だよにだもちゃん、ありがとう。もうボロボロですよ、マジでボロボロ。ニラボに一目惚れして発売当初すぐに買ったんですよね。でめちゃくちゃ大事に乗ってたんだけど、さすがにやっぱ日本一周となるとやっぱボロボロにせざるを得なくて、もうごめんって思いで乗ってたんですけど、なんかここまで一緒に走り切ってくれて本当にありがたいです。何回もこけましたけど走れなくなるっていうようなことはなく、無事に最後までトラブルなくね、ちょっと傷はつけちゃったけど走り切ることができて本当に良かったです。いろんなところに行ってまいりました。